昭和19年10月24日、戦艦2隻を中心とする小さな艦隊は最後の決戦場へと赴きます。その中にはひときわ目立つ一隻の戦艦の姿がありました。そびえ立つ高さ50メートル近くの艦橋はまさに鋼鉄の城がごとくの威容を誇りました。そして12門の巨砲は色あせない破壊力を保ち、大海原を睨みつけていたのです。この船は軍艦扶桑、古の日本国そのものを指す名前が付けられたこの戦艦はどのように生まれ、そしてどのような最後を遂げていったのでしょうか。本日は日本初の国産超弩級戦艦扶桑の生涯に迫ってまいります。時は遡り、大正3年1914年3月28日、進水した巨艦は戦艦扶桑と名付けられ、翌年11月8日に日本独自の設計で建造された最初の超弩級戦艦として呉海軍工廠にて竣工いたしました。飛躍的に貿易と海運が発展し、海上戦略が急速に注目を集めていた時代、海運を守りうる最強の存在である戦艦はその国家のパワーを示す象徴として見なされており、超弩級戦艦扶桑の建造は維新以来近代化を推し進めていた日本にとってはまさに悲願と言うべきものでした。さて、超弩級戦艦とはイギリスで建造された戦艦ドレッドノートをさらに発展させた当時最新鋭の戦艦でしたが、このような戦艦の建造には高い工業水準が必要であり、当時の日本ではすぐに扶桑のような巨大戦艦を建造することは難しいのが現実でした。そこでまずは同盟国のイギリスに超弩級巡洋戦艦を発注し、その建造技術の移転を受けることになります。こうして建造されたのが巡洋戦艦金剛でした。さらに2番艦の比叡では同様にイギリスビッカース社の全面支援のもと国内で建造を行うことになりました。このノウハウは国産超弩級戦艦の扶桑の建造に大いに生かされることになったのです。扶桑は竣工の翌月には早くも横浜沖での大礼特別観艦式に参加。この最新鋭の戦艦に臨御された大正天皇は意を高くされたと伝えられています。しかし栄光の時代にあった扶桑にはいくつもの欠点が存在していたことも付け加えねばなりません。一つは主砲が船体に均一に搭載されているため、主砲の発射時の衝撃が激しく煙で艦橋が包まれてしまうことがあるという点。もう一つは速力は確かに優秀な水準を発揮できるものの、船を旋回させると急激に速力が低下してしまうという点。そして最大の欠点は防御力でした。扶桑の鋼板はイギリスから技術移転がされた VC 鋼板が採用され、世界水準とも言うべき装甲を持っていましたが、反面防御方式は河内型戦艦を踏襲したものであり、主級的な設計でした。後のことを考えるとこれは扶桑の発展を妨げることにつながってしまいます。なお日本国内で世界水準の鋼板を製造できるようになるのは伊勢型戦艦の建造時からおおむね大正末頃とされており、扶桑はその技術的過渡期にあったとされています。さらに追い打ちをかけるように1916年にイギリスとドイツの間で発生したユトランド沖海戦の結果、20km という遠距離での砲撃戦が行われると砲弾が深い角度から甲板に直撃する恐れが強まり、この点でも扶桑型戦艦の防御面は不安を抱えることになってしまったのです。やはり最初の国産超弩級戦艦なだけあり、扶桑の性能には不満も多く、本来ならば新型戦艦に立場を譲り第一線から退くことも考えられるようになりましたが、ワシントン軍縮条約の影響で新型戦艦の建造が破棄されただけでなく、既存の戦艦の防御力の抜本的な改善も制限されてしまいます。このため扶桑は条約の範囲内で改装を受けながら延命措置が図られることになりました。これは1924年以降の扶桑の姿で、ユトランド沖海戦の戦訓などを踏まえた砲船式装置正式整備が海軍で規定されると、扶桑の艦橋には主砲測定所などが増設され、艦橋の精錬化が始まり、艦用に大きな変化が見られるようになりました。この変化については別動画でも取り上げていますので、詳しくは該当動画をご覧いただければと思います。さて、世界情勢に目を向ければ、欧州での大戦はかつてないほどの大きな犠牲者を生み出し、騒乱の時代を迎えていましたが、日本では国民を動員するような事態は起こらず、大正時代において扶桑型戦艦は平穏な日々を過ごしていました。しかし大正12年1923年に
関東大震災が発生。東京周辺は壊滅的な打撃を受けてしまいます。当時改装のために一時予備艦だった扶桑でしたが、9月6日には東京地方へ急行し、9月22日まで救援活動を行うことで多くの人々の命をつなぎました。この時代、扶桑型戦艦は早くも旧式化が進みつつありましたが、それでも他の大国の戦艦に比べて大きく劣っているわけではなく、有力な戦艦であると思われていることに違いはありませんでした。時は進み、昭和という新しい時代が始まると、しばらくして扶桑型戦艦に大きな変化が起こります。なんと、ただでさえ巨大な環境に不自然なくびれが発生してしまったのです。扶桑は1930年4月から1933年5月まで、さらに一次艦隊に復帰した後に1934年9月から1935年3月末の2段階に分かれて大改装が行われることになりました。この大改装では軍縮条約に抵触しない範囲で砲撃力と防御力、機動力といった全ての要素で性能の改善が行われます。特に新たに砲撃線距離に指定された20キロから30キロの遠距離砲線に対応するために、主砲の行角を最大43度まで強化するに従い、艦橋には最新の射撃装置を搭載することで、扶桑は高い艦橋を備えることになったのです。その艦橋の高さは喫水から数えて45メートル以上に達し、まさに浮かべる鋼鉄城というべき異様を備えるに至ったのです。また、航空機の存在が次第に増してくる中で、戦艦にも航空機の搭載が求められるようになり、扶桑の3番砲塔上部にはカタパルトと簡易エレベーターが設置され、航空機の運用能力を得ることになりました。砲塔と射出機を一体化にする案は一見すると良いアイディアではありましたが、それまで後ろ向きだった手法をより風上に素早く展開するために、砲塔そのものを常に前向きになるように改装したことで、艦橋に大きなくびれを発生させてしまいます。これは昭和戦前期における扶桑の大きな特色ともなり、他に類を見ない個性として現在でも語り継がれることになっていきます。しかし、この時代、徐々に世界情勢は不穏の動きを見せつつありました。1931年に起こった満州事変、1937年にはシナ事変が拡大すると、アメリカ、イギリスとの関係は悪化し、日本は国際的な孤立を深めてしまいます。日本国内は統制経済が行われるなど、事実上の戦時体制に移行すると、扶桑も戦争に備え、1937年には機銃などの増設、1940年には新型の94式包囲板の搭載に伴い環境構造物の改装が再び行われ、その艦営には再び変化が起こります。なお、この時扶桑の航空偽装は完備に移されましたが、艦橋のくびれが修繕されることはありませんでした。この時の扶桑の様子を当時艦長であった鶴岡信道大佐は、結果から言えば本来は使ってはならない船だったと、戦後出版された艦長たちの太平洋戦争で語りました。ただ、その一方で近代化改装によって陸奥や日向と同じ艦隊を組んでも問題なく、26ノットの速力を発揮可能であり、大正時代までは悩まされていたとされる爆風の問題も解決されていたとも証言しています。欠点といえば、弾が少しばらける傾向が見られたくらいだったと、鶴岡艦長は当時の扶桑の様子を語りました。かくして、戦艦扶桑はこの状態で、昭和16年、1941年12月8日、運命の開戦の日を迎えることになるのです。日本機動部隊による真珠湾への攻撃により、アメリカの戦艦部隊は壊滅的な打撃を受けることになります。この戦果は大きな衝撃を与え、開戦の常識を覆すことになっていきます。開戦時、我が扶桑と山城、そして伊勢、日向は第1艦隊、第2戦隊を編成しており、艦隊はハワイ作戦を表面的には大成功に終わらせた南雲機動部隊を援護するために出撃します。しかし、この出撃はボーナス目当ての航海ではないかと批判を受けることになってしまいます。少々余談ではあるものの、扶桑と山城は南鳥島で実弾射撃を行います。これが開戦後初めてとなる主砲発射となりました。年が明けて昭和17年、1942年に入っても大活躍を続ける空母機動部隊に反して戦艦部隊の活動は低調でした。3月には2度出撃を伺い、4月18日には東京を空襲した空母ホーネットを追撃するも追いつけるはずもなく帰還。これら出撃は後の燃料不足を思うともったいない出撃を繰り返している印象は拭えませんでした。同年6月、
連合艦隊の総力を挙げたミッドウェー海戦では不走型戦艦も主力艦隊の一員として参加しますが、戦況に関わることは全くありませんでした。戦艦から航空機の時代へ移ったことが明らかになると、混合型を除く日本戦艦の活動はさらに停滞することになってしまうのです。1942年11月15日、第3次ソロモン海戦が行われ、南方では激戦が繰り広げられていましたが、この頃の扶桑といえば、海兵71機の少尉候補生たちを受け入れ、昭和18年、1943年1月15日まで実習訓練を行っていました。扶桑は第一線を退き、後方で練習戦艦のような役割を果たすことになるのです。1943年6月8日、昼頃、柱島にあった扶桑は陸奥より2000メートル離れた地点に停泊していましたが、それはあまりにも突然の出来事でした。陸奥が突如大爆発を引き起こし、多くの乗員と共にそのまま沈没してしまったのです。爆発の1時間前まで、扶桑艦長の鶴岡信道大佐は陸奥艦長の三好輝彦大佐と扶桑の艦長室で談笑しており、夕食を一緒に食べようと告げると、三好艦長は陸奥へと向かいましたが、これが今生の別れとなってしまいました。扶桑は救助のための内科艇やカッターを出して陸奥の乗員救助に全力を尽くしましたが、あまりの突然のことに乗員の退避は遅れ、多くの死傷者を出してしまいます。陸奥の爆発は諸説あり、今日でも謎が残されていますが、最強の旧型戦艦と名高い長門型戦艦の喪失は大きく、痛恨の出来事になってしまったのです。陸奥の惨劇も冷めやらぬ1943年7月頃、扶桑は山城を内地に残し、南方のトラック島へと進出することが決まると、小規模な改装を受け、1943年7月頃に215号電艦や機銃を増設することになりました。トラック白地には大和、武蔵、長門という戦艦の姿もあり、その戦力は充実しているように見えましたが、すでにガタルカナルを疾患し、ソロモン諸島をめぐる戦いでは苦戦を強いられている戦況でした。しかし、戦艦部隊は扶桑と同様に出撃の機会には恵まれませんでした。扶桑の鶴岡艦長の回想によると、この頃は主砲射撃訓練、副砲の夜間射撃訓練などが行われており、艦全体の良い訓練になっていたといいますが、やはり敵艦と接触する機会は訪れませんでした。昭和19年、1944年2月25日、扶桑の所属していた第2戦隊は解体され、連合艦隊付属となると、その2日前の23日に伴正美大佐が新たな扶桑艦長として着任しました。伴艦長の父親は文化人として皇族方に和歌を教えるなど、大変家柄も良いでしたが、意外なことに艦長としては豪傑肌で、部下の人望も厚い人物でした。開戦以降は巡洋艦、夕張や足柄の艦長を務めましたが、軍艦機下ろし方の際に酒によって赤ふんどし姿でたびたび現れるなど、珍妙な行動をとることでも知られています。しかし、実戦ともなると艦橋の天外から乗り出して見事な回避運動を行い、艦内風紀に至っては下士官や兵には酒を振る舞うなど寛大で優しく、反面、士官に対しては鉄拳制裁を厭わない、勇猛な艦長と評価されることが多い艦長でした。海軍記念日となる1944年5月27日、米軍はニューギニア北西海岸、ビアク島に上陸を開始。ここを奪われると、マリアナ沖での亜合作戦にも支障をきたすため、現地守備隊に増援を送るとともに、艦艇による突入も実施されることになりました。これを今作戦といい、輸送隊と警戒隊が編成されたほか、扶桑もタウイタウイ白地から出撃し、駆逐艦2隻とともに艦設護衛隊に組み込まれました。艦設護衛隊とは輸送艦隊には同行しないものの、敵艦隊が出てきたら突撃し、交戦するというものでした。この行動を察知した連合軍でしたが、この方面の戦力は不足しており、米軍、オーストラリア軍合同で、巡洋艦以下の13隻の戦力で迎え撃つのが手一杯でした。もしここで両軍がぶつかれば、扶桑の砲撃力が発揮された可能性は十分ありました。しかし、日本側は敵戦力を過大に誤認してしまい、6月3日正午頃、輸送艦が B24 に発見されると、敵機動部隊からの攻撃を警戒した連合艦隊司令部は作戦の中止を命じてしまいます。結果的には極めて消極的な選択となってしまったことで、後のことを思えば、
はるかにまともな戦いができたのではないかと後世の歴史家から批判されることになってしまいます。6月4日、今度はフソウらの間接護衛隊が B25 に攻撃を受け対空戦闘を交えます。フソウは1機に白煙を吐かせると記録を残していますが、これが開戦から2年半ようやく行われたフソウ最初の敵軍への攻撃でした。後日、サイパン島にアメリカ軍が上陸を始めると連合艦隊はア作戦を発動させ、フソウも輸送艦の撃滅の機会を伺っていましたが、この海戦で日本機動部隊は壊滅的打撃を受け、フソウの突入は中止となってしまいます。7月14日、作戦中止を受けて内地への帰還を目指すフソウに対し、アメリカ軍潜水艦ポンフレットが迫ります。これに気づいたフソウは主砲での砲撃を行います。しかし命中弾は確認できず、ついに雷撃を受けてしまうのです。迫り来る無数の魚雷。間一髪、バン艦長の総艦も光り、幸いにも寸前のところで回避に成功。フソウは無事に内地へと帰還を果たしたのです。私とおまんじゅうたちのグッズがビレッジヴァンガード様から発売されました。詳細は概要欄をご覧くださいませ。プーじゃねえよ。昭和19年、1944年9月、フソウは山城と共に呉にあり、西村昌司中将が司令官として着任すると、久しぶりに第2戦隊が復活し、旗艦山城に中将機が翻ります。フソウにはさらに対空兵器が拡充され、225電弾や135電弾が新たに搭載されましたが、広角砲などの増強は行われませんでした。また、久しぶりに新たな乗員がフソウに補充されましたが、彼らは軍隊経験も乏しい30代も過ぎた老兵たちでした。この新兵たちに、フソウの乗員は皆、哀れに思い、帝国海軍もここまで落ちぶれてしまったのかと思うと、腹立たしさ、やるせなさという感情が湧いてきたと、フソウ乗員で数少ない生存者、小川秀夫兵曹は当時の様子を振り返っています。フソウと山城擁する第2戦隊は、来るべき決戦に向けてリンガ白地に合流すべく、9月23日には、護衛の駆逐艦もないまま、呉を出港。10月4日にシンガポールのセレター軍港に入ると、翌5日の早朝に出港し、スマトラ本島から約100海里北東に位置するリンガ白地に到着します。大和、武蔵、長門、夕暮れ迫るこの白地には、かつてトラック白地で見慣れた懐かしい巨大な艦営がありました。40数隻の艦艇が所狭しとある情景は、まさに壮観そのものでした。我が連合艦隊、未だ健在なり。フソウ乗員の士気は大いに高揚していきます。フソウと山城は第一遊撃部隊に合流し、燃料補給に恵まれたリンガ白地で翌10月6日から10日にあたって猛訓練が行われました。赤道直下での訓練は過酷を極め、熱された鉄板を触った兵の中には皮膚病を発する者も多かったと言われています。昭和19年、1944年10月18日、アメリカ軍がフィリピン、レーテ島に上陸を開始すると、日本側は小1号作戦を発動させ、連合艦隊はその総力をもって作戦に臨むことになりました。しかし、マリアナ沖海戦の敗北と連日の消耗により航空機による援護はなく、いわば艦隊は丸裸の状態でした。また、史上最大の海戦とも称されるこの戦いでしたが、日米の戦力差はすでに絶望的であり、正攻法が通用しないことは明らかでした。そのため、残されたわずかな機動部隊を中心とする小沢艦隊をおとりとして敵機動部隊を北方へ釣り上げ、その隙に大和、武蔵、そしてフソウ山城を中心とする戦艦部隊がレーテへ突入を図り、敵輸送船団を撃滅するという作戦が練られることになります。この作戦は事実上の艦隊特攻であり、損害をいとわず進撃することが決められました。10月22日早朝、ブルネイに進出していた主力艦隊は、大和武蔵長門を擁する栗田艦隊が先行して出撃し、サマール島の北側にあるサンベルナルジノ海峡を突破し、レーテを目指すことになりました。その一列は堂々たる単獣陣でした。フソウ乗員、小川兵曹は、この情景は誠に頼もしい限りで、負ける気はしなかったと回想しています。一方、フソウと山城を擁する第一遊撃部隊第3部隊、通称西村艦隊はスリガオ海峡を突破し、
レーテを目指すことになります。この戦力分散ともいえる判断は燃料事情によるものだったとも言われていますが、ともかく連合艦隊司令部はサンベルナルジのスリガオの両海峡を戦艦部隊が同時に突破することに活路を見出すことになります。しかし西村艦隊はわずか7隻の小艦隊で、扶桑の乗員たちは心細い心境になったと証言しています。ただ反対に駆逐艦乗りからは往年の大戦艦の姿に心を強くしたものも多かったようです。栗田艦隊に遅れること7時間後の午後3時30分、西村艦隊はレーテの敵輸送船団と上陸部隊を撃滅すべしという命令を受け出撃。艦隊の陣容は扶桑山城の他に従順洋艦最上、朝潮型駆逐艦の山雲、道潮、朝雲、白津湯型駆逐艦しぐれで、この小さな艦隊は波静かな駿海を北に進撃していきます。その進路から敵潜水艦や敵機から攻撃が予想されましたが、敵からの攻撃はなく、航海は順調そのものでした。24日未明には最上から零式観測機が発艦し、レーテの敵情を探ります。最上の艦載機の索敵は成功し、戦艦4隻、巡洋艦2隻、駆逐艦2隻、輸送艦80隻の集結を報告。これは日本艦隊が得た唯一の敵情となりました。しかし、翌24日の午前9時にパラワン島東方面海岸にて敵艦載機が来襲。敵の爆撃機は30機以上。この編隊を扶桑の電弾が捉え、距離2万メートルで主砲による砲撃が行われました。増強された扶桑の対空火器が猛烈な火を吹きましたが、しばらくして一発の爆弾が至近弾となり、扶桑の艦尾に被害を与えると、不運なことに搭載していた爆雷に引火し、艦尾で爆発が起こってしまいます。この爆発は司令室とその周辺を吹き飛ばし、94式推定にも火の手が上がると、扶桑の艦尾は火の海になってしまったのです。さらに攻撃は扶桑に集中し、敵急降下爆撃機が放った250キロ爆弾が扶桑右舷中央部に命中。やはり甲板防御に対する脆弱性が出てしまったのか、爆弾は前艦橋右舷付近に大きな被害を与え、副砲の一番砲塔を貫通し、全部水圧機室で炸裂。このため第一副砲弾薬庫の乗員は全員戦死。さらに破損により1、2番砲塔の操作に支障をきたし、その他複数の事務室が大きな被害を被ってしまいます。この被弾やいくつかの至近弾により浸水も起こり、扶桑は右に2度傾いてしまいます。しかも厄介なことに、この傾斜は復元することができませんでした。本来ならば修理を必要とする大きな痛手でしたが、扶桑は引き返すことなく進撃を続けます。その後、前途多難も予想された進撃でしたが、幸いにもその後空襲はなく、我が艦隊はるか前方に島影を認めるようになります。どうやら西村艦隊はミンダナオ島の北端に差し掛かったようでした。航海を続ければ艦隊はあとは2日足らずで決戦の地、レーテ湾への突入が叶うことでしょう。しかし、海峡を同時に突破する手はずだった栗田艦隊からの連絡や返答は全くありませんでした。この時、栗田艦隊は度重なる空襲により武蔵が沈没し、混乱の最中のため返答はできず、さらに一時航路を偽装して進んだため、スリガオ海峡、サンベルナルジノ海峡の同時突破の思惑は崩れることになってしまうのです。そしてスリガオ海峡には恐るべき大兵力が待ち構えていました。アメリカ海軍オルデンドルフ艦隊。真珠湾攻撃で撃破した戦艦を復活させた戦力を有するこの艦隊は、戦艦ウェストバージニア、メリーランド、ペンシルバニア、ミシシッピ、テネシー、カリフォルニアといった歴戦の戦艦を備え、さらに旗艦ルイスビル含めて従順洋艦4隻、軽巡洋艦4隻、駆逐艦28隻、魚雷艇39隻という陣容で、スリガオ海峡に定時を取る形で布陣戦としていました。その戦力比は7対79。西村艦隊はあまりにも絶望的な戦いを挑むことになってしまうのです。10月24日18時30分、フィリピンの内海ミンダナオ海に突入していた西村艦隊は最上、道潮、山雲、朝雲を前衛として先行させました。
西村提督は敵艦隊が魚雷艇による攻撃を行ってくると予測しての戦術でしたが、これは裏目に出てしまい、逆に本隊が魚雷艇に接近を許すことになります。午後10時、扶桑では総員配置につけの号令がかかり、乗員は戦闘配置につきます。合戦準備、野戦に備え。22時50分頃、前方にあったしぐれは敵魚雷艇を発見し、これを報告。扶桑山城が魚雷艇へ複砲で砲撃を行います。敵魚雷艇軍が放った魚雷全ての回避にも成功し、この時魚雷艇1隻に被害を与えました。しかし天候が悪化し、これ以上の損害を与えることはできませんでした。一方、最上を中心とした前衛艦隊は10月25日0時20分頃に米魚雷艇を発見するものの、視界不良は戦闘に不利と判断し、本隊との合流を決断します。さらに天候が悪くなったのか、この時最上の艦営を扶桑は敵艦と誤認してしまい、25日1時頃最上は扶桑より複砲での射撃を受けてしまいます。被害は微小だったものの、後味の悪い痛恨の出来事でした。西村艦隊は艦隊単位での訓練を行うことができなかったため、その弱みが出てしまった格好とも言えるでしょう。艦隊は襲撃を受けながらも海峡突破に向けての準備を整えますが、西村提督にもたらされた情報といえば、連合艦隊司令部からの天佑を信じ突撃せよという命令のみ。栗田艦隊に通信を行うも、ここでも依然として返答はありませんでした。そしてこの状況下で西村提督は海峡への突入を決断することになります。艦隊は先頭に道潮と朝雲を配して山城、扶桑、最上が続き、山城の左右に山雲としぐれを護衛につけ、20ノットの速力で海峡への進撃を開始しました。その後、待ち伏せをしていた敵魚雷艇が突撃を開始。敵魚雷艇は左右から攻撃を仕掛けてきました。艦隊はこの雷撃を全て回避しつつ、扶桑山城は複砲で攻撃を行います。西村艦隊の砲撃は至近弾となって敵に損害を与えると、体勢を崩された魚雷艇部隊は深夜2時25分頃に撤退を開始しました。この戦いでアメリカ海軍の魚雷艇1隻が沈没、3隻が被害を受け撤退。西村艦隊は摺川海峡海戦の前哨戦ともいえる戦いで勝利することになりました。しかし午前3時頃、キナガット島に配置されていた米駆逐艦3隻が右舷から急速接近、さらに左舷から2隻の駆逐艦が接近し、地の利を生かした艦隊運動を行うと、西村艦隊を魚雷の網にかけるべく、左右合わせて合計47本の魚雷を立て続けに発射しました。桃岡アジいっぱい。航海長の声と同時に扶桑は大きく左に傾き、魚雷回避のための一斉回答が行われました。さらに敵駆逐艦に単焦灯を照らしつけると、原則に並べられた副砲は一斉に火を吹きました。しかし魚雷の回避運動を優先したためか、命中弾は確認されませんでした。さらに主砲での砲撃を行うべく、扶桑の36産地砲計12門の旋回が始まります。時代の流れで衰えたとはいえ、扶桑の砲撃力は未だ健在。右砲線、右45度、向かってくる敵駆逐艦。2番砲塔長は撃ち方はじめの号令をかけ、扶桑の主砲がまさに火を吹く、その瞬間でした。乗員たちの鼓膜を破る炸裂音が2番砲塔右舷から鳴り響きます。爆発と衝撃、そして傾斜する扶桑の船体に魚雷が突き刺さり、甚大なダメージを与えました。しかし注水によって扶桑の傾斜も次第に改善。旧式とはいえ戦艦の防御力を感じさせたその強靭さに乗員は安堵したといいます。しかしほとんど同じ位置から再び強烈な炸裂音が鳴り響きます。2番砲塔を右舷に受けた2本目の魚雷は扶桑の船体深くを食い破り、全ての電源が破壊されたのか、
艦全体が暗闇に包まれてしまいます。扶桑を仕留めたアメリカ軍の駆逐艦は最大で5本の魚雷が命中したことを司令部に報告すると、残された西村艦隊の撃滅に向かっていきました。扶桑は全電源喪失のため無線通信も発光信号も使えなくなり、山城たちが知らぬままやがて艦隊から落後していきました。異様な事態に乗員が甲板に降り立った時には、扶桑は一番砲塔で水を切っており、速力も著しく低下している状態でした。艦首は完全に水中にあり、すでに歩行が困難というありさまでしたが、どうしたものか敵影はなく、海面は穏やかで、空に目をやると南十字星が美しくきらめいたといいます。その後、総員退去の命令があったのか、少しずつ慌ただしさを感じると、約100名の乗員が左舷に集まっていて退去の姿勢をとっていました。この時、小川兵曹は後輩2人と共に反対の右舷にあり、後輩たち2人の重い靴を脱がせ、飛び込んだら少しでも船から素早く離れ、とにかく俺に続いて泳ぎきれと繰り返し言い聞かせました。金属が折れるような音を感じると3人は海へと飛び込みます。右舷方向の海を押しつぶすかのように、扶桑の傾斜はさらに増していきますが、その瞬間、火薬庫が爆発を起こしたのか、扶桑は突如左舷の方向に倒れていったのです。小川兵曹は九死に一生を得る形となりましたが、これにより左舷側にあった乗員たちを多数巻き込んでしまうのです。小川兵曹は必死に息が続く限り泳ぎ続けましたが、気づいた時には後輩たちの姿はありませんでした。そして後ろを振り向くと、そこには逆立ちした扶桑の巨大な姿が黒々と夜空に浮かんでいました。わずかに艦尾を残すだけとなった扶桑が炎に包まれるのが見えた。重油が燃え出し、黒煙を上げて、急速に炎の海は広がった。その炎の中から凄まじいうめき声が聞こえ出した。悲鳴なんてもんじゃない。生き地獄の中でもだえる悲痛な断末魔の叫び声だった。皆いいやつばかりだった。死なばもろともという連帯意識で心からむつみ合った乗員たち、夢多い若者たちが、なんでこんなひどい目に遭わなきゃならないのだろうか。むざむざと死んでいかなきゃならないのか。クソバカ者。誰にともなく大声でわめき、そして泣いた。無性に腹立たしく、情けなく、悔しく、天を仰いで慟哭した。扶桑の最後は後続の味方艦隊によって撮影されたと思われ、当時の日本ニュースでも上映されることになりました。しかしこれは扶桑の沈没を伝えるものではありませんでした。ニュースでは敵戦艦の撃沈を伝える映像として報じられたのです。そして山城も圧倒的な敵軍の攻撃の前に壮絶な最後を遂げ、そして西村艦隊は駆逐艦しぐれを残して壊滅したのです。火災を生き延びた乗員たちの最後もあまりにもむごいものでした。集団で浮かんでいた者は機銃掃射で命を落とし、それを見て自ら海に沈んでいった者もいました。あるいは陸地にたどり着いて敵軍に掃討された者、現地人に殺められた者。扶桑乗員1637名中、生存者はわずか10名を数えるほどでした。扶桑の最後には一つの美談も見出すことはできません。しかしそれこそが戦場の現実でもあり、もはや忘れ去られようとしている記憶の一つなのです。